はい、こんにちは。行政書士のユダです。本日のですね、動画の内容はこちらです。外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策ということで、今日ですね、1月23日の関係閣僚会議を経て対応策が決定しました。つまり日本が今後外国人政策に対してどう舵を切っていくか、その方向性が決まったということになります。こちらの対応策ですね、本文だけでも約100ページございます。で、これちょっと全部お話しするともう何時間にもなりますので、ちょっと重要論点をですね、ピックアップしてお話しできればと思います。まずこちらの表がですね、この対応策の概要を取りまとめたものになります。で、この中からですね、重要論点をですね、お話しできればと思います。まず第一、既存のルールの遵守、各種制度の適正化に向けた取り組みということで、出入国在留管理等の適正化、外国人の受け入れについて、このような対策が記載されております。上からですね、まず不法滞在者ゼロプランの強力な推進ですね。括弧書きで5年以内に難民認定申請の平均処理を6ヶ月以内、退去強制が確定した外国人を半減にすると。そういった目標を立てております。まずですね、難民認定申請の平均処理期間6ヶ月以内ということで、今何が問題になっているかっていうと、難民認定手続き一時審査についてはですね、平均処理期間が約2年と長期化しております。そのためですね、この難民申請を誤用乱用的なものとして使っている外国人の方が一定数いるっていうのが問題になっております。誤用乱用なぜ起きるかっていうと、難民申請の審査ですね、今お伝えしたように約2年あります。その間ですね、人によってはですね、就労が認められます。なので外国人によってはですね、日本で難民認定を受けるということを目的にして難民申請するのではなくて、日本での就労を目的として難民申請してしまっている。これが問題になっております。なので審査をですね、今の2年から6ヶ月にして迅速に対応していく、こういった目標を掲げているということになります。はい。じゃあ続いてですね、重要なところで言うと、期間の審査において、永住許可との整合性も勘案した厳格化を検討ということで、これ別の動画でも上げてるんですが、今ですね、期間の居住要件が5年になります。これをですね、永住の居住要件10年と同様にするという案が出ております。これはもうほぼ決定したと見ていいかなと思います。期間の要件5年が10年になるということになります。はい。じゃあ続いてですね、永住者の審査の厳格な運用許可基準の見直し。で、これもですね、他の動画で上げてるんですが、まず要件の引き上げですね、日本語要件が設けられる。あとですね、年収要件の引き上げも案として出ております。今までですね、年収300万円で許可基準が設けられているっていうのは他の動画でも上げてきたんですが、最近ですね、東京入管の審査においてはですね、300万で不許可になっている事例がどんどん出てきております。今後ですね、永住申請する方はですね、今いろんなところで、年収要件300万って出ておりますが、今後ですね、350、400という形で上がっていくと思っていただければと思います。で、もう一点ですね、入ってたのが、取り消し自由な範囲の拡大も含めるということで、永住許可取ってる方、2024年の法改正で永住許可の取り消しが設けられましたけども、その取り消し自由の範囲をさらに拡大していこうという案が出ております。で、今永住持ってる方もですね、さらにですね、取り消しの範囲が拡大されるということになりますので、やっぱり税金や年金、そういったですね、日本が課している義務をきちんと履行しない方については、一定程度の罰則が設けられると思っていただければと思います。はい。じゃあ続いてですね、これかねてからずっと話出てましたね。電子渡航認証制度、ジェスタの導入ということで、これは令和10年を目指しているということになります。ジェスタ何ですかっていうところなんですが、アメリカ行った方だと、分かりやすいかなと思うんですけれども、アメリカは我々が日本人が行くときってエスタを先に申請しますよね。そういった制度を日本もアメリカと同様なものを導入するということを予定しております。で、これなぜ導入するかっていうと、これだけですね、訪日外国人増えておりますと。で、査証免除国の方がですね、観光でどんどん日本に来ると。で、そうすると、すべてですね、日本の空港等で審査することになります。
なので、その審査の時間っていうのがですね、非常に、膨大にかかってる。それをですね、査証免除国の方に入国前に事前に審査をしてしまおうっていうのがジェスタのプログラムになります。なので、例えばアメリカ人の方が日本に来るときって、観光で90日以内であればノービザで入ってこれますが、それをですね、あらかじめジェスタの申請をすることによって入国審査が非常に簡素化されるということになります。これは審査時間の大幅な削減を目標にしております。で、大幅な削減が行われるとどうなるかっていうと、入管職員が今まで空港に、多く配置されておりましたが、それをですね、審査部隊にですね、移すことができますと。要は空港にいた職員を、例えば東京入管の審査部門に移すとか、そうすることによって今東京入管の審査非常に遅れております。そういったですね、解消も目指しているということになります。じゃあ続いてですね、日本語や制度、ルール等を学習するプログラムの創設、受講及び内容の理解を在留審査の要素とすることを検討ということで、学習プログラム等をですね、創設して、これをですね、受けてるか受けてないかを在留審査の要素とするっていうのを検討しております。ここ、一個大きいですね。海外事例を参考に退去強制事由の拡大ということで、対象犯罪の拡大について検討するということになっております。入管法のですね、24条には退去強制事由が定められております。例えば不法入国、オーバーステイ、無期または1年を超える懲役に課せられたもの、そういった方たちはですね、日本から出てってくださいという今制度ができております。これが入管法24条で定められているんですが、その対象範囲を拡大して今までは退去強制事由にならなかった犯罪も今後はですね、退去強制事由に含めて日本から出てってもらう。そういった対象拡大っていうのが一つ検討に入っております。じゃあ続いて2番ですね、外国人制度の適正化等について見ていきたいと思います。まず1つ目、来日前、来日後の日本語教育の充実を検討しております。続いて3つ目ですね、各種民泊データの一元管理を通じた仲介サイトからの違法民泊の確実な排除ということで、民泊運営するんであれば本来許可を取らないといけないんですが、民泊のきちんと営業許可を取らずに違法状態で民泊を運営している、会社個人の方が一定数いらっしゃいます。そういった違法民泊を確実に排除する仕組みを作ろうというのが今回の検討案になっております。では続いて重要な点ですね。医療費の不払いのある訪日外国人の情報を共有するシステムの基準額の引き下げ、対象の中長期在留者への拡大を目指しております。要はですね、医療費の不払いある方が一度出国します。で、また日本に戻ってくるときに、今まで20万以上の医療費の不払いがある方については、入国拒否にするっていうものがありました。それをですね、20万ではなくて1万円にしていこうっていうのが今案として出ております。はい。じゃあ続いてですね、入管庁と関係機関との税、国保料とのマイナンバー等による情報連携の在留審査への活用ということで、今までですね、入管と市役所は縦割りで運用されておりました。つまり、入管が在留期間の更新、変更、審査するときに、市役所が持っているその人の保険料であったり、税金の未払いデータがわからなかったんですね。これを連携させて、入管が審査するときに、その人の保険料の支払い状況がわかる仕組みを作ろうとしております。なので、今まで更新の審査の時とかに保険料の支払いまでは見られなかったんですが、もう審査においては自動的に見られると思っていただければと思います。なので、当然保険料の未払いがある方については、更新審査において不利益になるような取り扱いが行われると思います。続いてですね、具体化に向け直ちに着手で上がっている公営住宅 UR 賃貸住宅へのですね、新居入居者の国籍等の把握、追加的な対応の検討ということで、これちょっと見ていきたいと思います。公営住宅 UR 賃貸住宅等への外国人の入居、何が問題なのかっていうと、公営住宅等に外国人が多く居住することにより、特定の学校に外国籍の児童が急増して、学校側に過大な負荷がかかるなど、一部の地域で問題が生じていると指摘がありますと。
で、公営住宅、UR 賃貸住宅等における外国人の入居実態について把握している事業主体、地方公共団体 UR 等と、把握していない事業主体が存在しますと。こういった問題が、ありますので、その公営住宅 UR、含めてですね、入居している方の国籍をきちんと把握する仕組みが設けられます。やはりですね、どうしても公営住宅、UR 賃貸、についてですね、地域によっては外国人が多く居住する場所っていうのが出てきております。それによって、地域住民とのトラブル、学校での教育の、問題点、そういったものが挙げられておりますので、そういったものをですね、解消していくために、国籍の把握をしていくっていうものが、一つ検討されているということになります。はい。じゃあ続いて第2の部分ですね。土地取得等のルールのあり方を含む国土の適切な利用及び管理に向けた取り組みということで、外国人のですね、土地取得問題、様々な報道機関で、取り上げられてたかなと思います。じゃあそれに対してどうしていくのか、これの具体案が出てきたということになります。まず一つ目ですね、不動産登記森林法をはじめ土地関連制度において国籍を把握、現状の問題点ですね、外国人による我が国の土地取得等に対する国民の不安は我が国の土地所有者等の実態がよくわからないことにも起因していると考えられると。我が国には様々な土地等関連制度があるものの、土地所有者等の国籍等の把握体制は十分に整備されていないと。これが非常に問題されているということになります。土地なんてたくさんあるわけですね。数多くあります。もちろん東本取ればですね、誰が持ってるのか、その人の国籍は誰なのかっていうのは分かりますけども、これだけ膨大にある土地の数のですね、ものを一つずつ調べていくっていうのは相当、工数かかりますし、それは現実的ではないです。なんで、あらかじめその土地について日本人が持っているのか外国人が持っているのかっていうのをきちんとですね、把握できるですね、仕組みを作ろうということになります。はい。続いてですね、安全保障の観点から土地取得等のルールについて立法事実を整理し、他国の例も参考に骨格を、取りまとめ、ということになります。これもですね、ちょっと重要論点になりますので、現状の問題点についてお話しできればと思います。外国人が水源地を買い占めて地下水を採取しているのではないか、外国人が森林を取得し違法な開発を行っているのではないか、外国人による農地取得は食料安全保障の観点から問題ではないのかといった国民の不安が、寄せられていると。安全保障の観点からは重要施設等の機能を阻害する恐れのある土地等の利用を防止する観点から重要土地等調査法が制定されているが、同法において土地等の事前取得規制は、規定されていないということになります。で、これらですね、今日本の法律の問題点がありますので、どうしていくのかっていうと、諸外国のですね、土地取得等の規制を参考に、新たなルールを作っていこうということになります。じゃあ諸外国のルールどんなものがあるのか3つ参考例として挙がっております。1、内外無差別の形で安全保障等の観点から不動産の取得利用を規制するケース、イギリス、フランス、イタリアですね。外国人に対して安全保障等の観点から不動産の取得を、規制するケース、アメリカ、オーストラリア、韓国、外国人に対して住宅の取得を規制するケース、カナダ、オーストラリア、韓国、シンガポール。こういったですね、諸外国の安全保障の観点からの外国人へのですね、土地取得制限を参考に、日本もですね、新たなルールを整備していく。これがですね、確実に行われていくっていうのが想定されております。はい、続いてですね、不動産登記の国籍把握を踏まえ、国内居住者を含む外国人によるマンション取得実態を把握と。これどういうことかっていうとですね、現状の問題点、マンション価格高騰の原因の一つとして外国人等による短期売買の増加を指摘する声があり、国外から取得を含めたマンションの取引実態の把握がされていないということで、これ一部になりますが、一部のマンションについてはですね、外国人の売買によってですね、値上がりしていると。そういったですね、対策を取っていくっていうのがですね、対応策案で決まったということになります。その他ですね、具体化に向け直ちに着手のところで、いろいろと明記されております。例えば土地所有等情報のさらなる透明性向上に向け、法人の実質的支配者の把握化の検討、こういったものが行われると
いうことになります。最後、じゃあ3番ですね。外国人が日本社会に円滑に対応するための取り組みっていうのも設けられております。情報発信、相談体制の強化ですね。ライフステージ、ライフサイクルに応じた支援、交付金の在り方の見直しを含む地方公共団体への支援策の拡充、秩序ある共生社会の実現に向けた、意識醸成、ということで、やはりですね、外国人の方がですね、日本社会、日本の地域の方々と、共生して、生活していくためにはですね、日本側もきちんと情報発信して相談体制を強化していくと、住みやすい街づくり、国づくりが必要になりますので、そういった取り組みというのもですね、きちんと案として上がっているということになります。はい。じゃあ今日ですね、総合的対応策が上がってきましたので、概要のところ重要論点についてお話しさせていただきました。非常にですね、盛りだくさんの内容になっております。で、もうこれ見ていただければわかるんですが、今後日本はですね、外国人に対して非常に厳しい体制を取っていくということがわかるかなと思います。世界で見ても、そういった流れになってきているのかなと思います。アメリカはじめヨーロッパ各国もですね、移民に対して反対の声が上がっており、移民に対してですね、厳しい対応策っていうのを取っております。日本もですね、そういった諸外国と同様に、外国人に対して非常に厳しいルールを設けて対策を取っていくっていうのが今後の方針になるかなと思います。当然ですね、日本のルールをきちんと守っている方についてはですね、このですね、今日の対応策で不利益になるっていうことはないです。要はですね、ルールを守らない外国人に対してはきちんと厳しい対応を取っていくっていうのがですね、今後の対応策です。結構外国人の方と話すと、大丈夫かなと不安になっている方多いんですけども、きちんと日本のルールに沿って日本で生活していればですね、その生活が脅かされることはありませんので、そこはご安心いただければと思います。一方で日本のルールから逸脱する外国人の方、これはですね、退去強制自由の拡大も含めてですね、非常に厳しい、対策が取られていきますので、そういった方々はですね、注意していただければと思います。以上ですね、ちょっと本日、閣僚会議を経てですね、対応策が決定しましたので、ちょっと速報という形で、重要論点を解説いたしました。ありがとうございました。